ウナから始まる隣の川ちゃんの知らんけどラジオ。おはようございます。博多弁で一番グッとくるのはなんばしよっとですね。はい、なんとかとっていうのがね、福岡の言葉いろいろ聞いてるのが可愛いなと思いながら、はい、よく会社の福岡のメンバーにもミーティングしてたらこのセリフ言われてですね、最初何の言葉かなと思ったんですけど、めっちゃ好きですこの言葉。ということで、サウナから始まる隣の川ちゃんの知らんけどラジオ、今回も福岡からの出張版です。今回はグランドオープンしたトトパ博多駅前店にやってきました。トトパってもう東京でもね、めちゃくちゃ有名なところ、僕も何度も行かせてもらってるんですけど、今日は8月26日、なかなか節目のタイミングで、そして今月オープンということなので、福岡編ぜひここやらせてもらいたいと思ってきました。で、トトパさんはですね、僕自身も非常にご縁が深くて、去年はなんと170名で誕生日イベントを貸し切らせていただいたっていうのがですね、本当に人生の忘れられない一日だったなというふうに思います。しかも今日のゲスト、この後紹介しますが、プライベートの方でも、ハイロックスです。皆さん、ハイロックスイベントとかピックルボールとか、そして東京のマラソンとか、ご一緒したり、本当にいつもお世話になっているような方が今日ゲストに来てくれてます。なので、トトパっていうのはですね、サウナ施設みたいなだけではなくて、トトパを通してサウナ、スポーツ、ウェルネス、そしてこれからの街づくりまで聞いていきたいと思います。じゃあ黒田さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。毎回前振りがすごい長くなっちゃうんですけどこんな感じで素晴らしいです。やってますんで、はいじゃあ改めてリスナーの皆さんへ自己紹介をお願いします。はい、東京建物の新規事業開発部の黒田と申します。はい、今トトパを開発を担当しておりまして、今2店舗目ということで、2店舗目、はい、これからもどんどん作っていこうかなというふうに思ってますんで。黒田さんは東京建物さんの会社員さんでまずいいんですよね。はい、サラリーマンなんですけど、見た目はね、全然サラリーマンっぽくないですけど、施設オーナーってなるともうね、独立されてるのかなと思いましたけど、バリバリのサラリーマンで、はい。しかもトトパさんは東京建物さんの事業ってことなんですよね。そうなんですよ。東京建物はね、昔からお風呂の王様っていうスーパー銭湯事業をやってる特殊なデベロッパーでして、お風呂の王様は僕も大好きですし、東京だったら大井町店とかね。そうですね、もう一番当社の一番集客する。いやですよね。いや、国用品川にもあるんで、もうみんなでサウナ部で行かせていただくときは一体そこ利用させてもらってます。ありがとうございます。しかも黒田さんとはですね、冒頭にも申しましたけど、プライベートでもね、もう本当ちょくちょくお会いしますもんね、本当に。はい、黒田さんアスリートマンなんで、いや全然毎日走ってらっしゃるので、ぜひインスタも見てほしいんですけど、この前あれでしたよね、東京マラソン全然お互い予定せずに現地会場行ったら、入り口の前で出会ったんですよね。出会いましたね。黒田さんだと思って「黒田さん」とかで手振ってたら、それ以降6時間会うことがなかったそれぐらい早かった。いや地獄の6時間です。地獄やったけど本当に、しかもね、個人的に感謝してるのがハーフマラソンかな。そうですよね。横田基地だったっけ、はい、あそこ行った時にもうめっちゃきつかったんですよ、僕はハーフマラソン本当走れなくて、本当後半でしたよね、あの時ね。そうでもしんどいもう嫌だと思ってたら、後ろからお尻ポーンって叩かれて何やってんのばあちゃんって言って僕も歩こうとしてたんでそうですね、ちょっとどこでサボろうかなって思ってましたね。行くよ、あとゴールもう少しだよって言ってくれて、いや僕黒田さんにねあれ救われたんで、僕はあれなかったらもう完走できてなかったです。本当ですか。本当にでもいいマラソンでしたね、あれもね。いやそうです。でも日頃からそうやってランニングとかされるんですか、なんか日課にというか。実はでも始めたのは1年半前ぐらいからマラソンを始めて、もともとアメフト部だったんですよね、大学。アメフトの体なんですね。そうなんですよ。なんでマラソンはむしろ逆に一切やりませんっていうか、短距離でやってます。そっか。アメフトってあれでしょ、アイシールドとかの世界ですよね。フィールドを走る。なんかヘルメットとかつけてガチャガチャやるみたいな。はい。それがすごい。でちょっと太りすぎてきてちょっと鼻水出たこのままだとまずいぞっていうことになって、で、仕事でも講演の授業やってたりとか、トトパっていうことでちょっとこうヘルシーな人たちと出会う機会が多いのに、なるほど、この太った体でいいのかと。すごいな。ってことでマラソンを始めて、じゃあ会社のお仕事としては新規事業なんですか、このトトパとかは。新規事業で官民連携した PPP 事業をやったりとか。なるほど。あとは新しい事業の創出ってことで、このトトパ事業も都市型の少しスーパー銭湯よりもコンパクトにどんどん首都圏に出していこうよっていうような業態で。いやーすごい。
もう今日はぜひですね、こんなあれちなみにラジオで佐藤さんこうやって喋ることってあんまりないんじゃないですか。あんまないですね。最初のね広報の方とかではなく、このはい授業を立ち上げた張本人が今日来てくれましたんで、はい。はい、特別会なので皆さん注目してもらいたいんですけど、まあ、早速ですね、トトパのことをどんどん伺いたいんですが、まずは東京の話があるのと、この福岡の店舗がね、今回新たにオープンということなので、まずはトトパそもそもに伺いたいんですけど、まあトトパもう知ってる人いっぱいいると思うんですけど、初めて聞く、そしてサウナまだあんま行ったことがないという人もいると思うので、まあ、どんな施設なのか伺いたいなと思ってるんですけど、まあ、トトパは都立明治公園店で都市型スパという今お話もありましたが、まあ、ちょっと概要といいますか、どういう施設だよというのを伺ってもいいですか。はい。まずトトパのブランド全体はですね、名前のトトパっていう名前なんですけども、はい、整えるスパっていうことで、もそのまま直球なんですけども、ありそうでないですね、そのネーミング。結構整えるスパ。もう100通りぐらいこう名前とか出してどうしようかって言って、やっぱいいサウナってこう呼びやすいよねっていう。確かに確かに。結構シンプルな理由で、はい、で今回そうだわ。1個目の明治公園の店舗が、都立明治公園の方の店舗が公園の中にできるっていうので、整えるパークでもこうつながるねみたいなこと。ああ、なるほど。じゃあ、スパとパークがちょっとかかって、はい。これ知らなかった人いっぱいいるかもしれない。意外にこの最後の決め手となるところは、そういったちょっとこういった、なんですかね、場所のロケーションの縁も感じて。面白い。ちなみに佐藤さん、ここだけかもしれないですけど、そのいろいろアイデア考えたっていうのありましたけど、トトパ以外のネーミング、実はこんなのも考えたよみたいなのあります？あとはお風呂の王様じゃなくてサウナの王様とかね。ああ、なるほど。我々ではお風呂の王様ブランドがあるんで。そうか、東達さんならではで、サウナの王様とかですね。トトパがサウナの王様だった可能性あるんですか？ありますよ。面白い。サウパとかですね。ああ、サウパ。はい。とか、あとなんだろうな、でも結構整えるってこと、今回今回の博多も都立もそうですけど、親方のプロデュースもあるってんで。そうですね。整え親方さんですよね。そうか。そういったところがっちりと。はい。いろんなこの親和性の中で、やっぱり一番みんながしっくりくるよね。うわ、面白い。トトパっていう。じゃあサウパやサウナの王様ではなく、トトパになって、それがいつできたんでしたっけ？それが2023年ですね。だから今でもう3年？2024年の1月です。なるほどなるほど。24年25年で今年だからもう2年半ぐらいってことですよね。で都市型で男性女性とかパブリックですよね。そうですね。男女で分かれてる施設になっていて、少し銭湯っぽい入り口なんですけども、どちらも入ってって分かれていくっていう感じになってるんですけども、ポイントとしてはやっぱりこうスーパー銭湯をギュッとこうコンパクトにしたような状態になっていて、浴槽もちょっとミニマムにしてたりとかですね。その代わりサウナのこの整えるルーティーンみたいなところですね。こう複数のパターンが組めるように、浴槽の数とか水風呂の数とかサウナの数は多いっていうような、そんな施設になってますね。そうですよね。しかも都市型だけど国立競技場のね目の前のとこあるんですけど、立地というか周辺とのつながりってなんかどういう存在なんですかね。もうでも本当にやっぱり街の中のお風呂ってやっぱりこうみんなのコミュニケーションの場だったりとか、地域のハブみたいな集客装置みたいなところになるんで、やっぱそういうテーマで、公園もそうなんですけど、公園も実はそのパブリックでみんな誰でも来れるみたいなところがテーマなんで、そこはすごく意識した施設になってますね。なるほど、ありがとうございます。ちなみに東舘さんで、公園からのサウナみたいな、なんかその位置づけとしてはあそこはどういう存在なんですか？なんかそもそも東舘さんの中で公園作ってサウナやるぞみたいな事業で立ち上げたのか、なんか声かかってやりましょうから言ったのか、なんかその裏側のところ伺ってもいいですか？そうですね。実は公園がむしろメインでスタートしていって、なるほど。やっぱアフターコロナで結構その屋外空間のこの価値みたいなのが見直されてて、やっぱ安全に楽しめるのってこういう屋外の広い空間だよねっていうことで。なるほど。そのタイミングですごくその行政の方も公園事業っていうのをこう民間の方に公募がバーッとたくさん出てきたっていう時期になってました。なるほどなるほど。東京都立公園として初めての公募だってことで、これは東京建物と名乗ってる我々が出ないわけにはいかないと。その声は、黒田さんがいろいろ公募探してて、これ面白そうって着手されたんですか？そうですね。公園事業自体を1年ぐらい研究して、他の案件もいろいろ並行して検討はしてたんですけども、やっぱり一番都立のど真ん中のこういった公園が出てくるってことで、すごい。もうこれは俺らがやらなきゃ誰がやると、チャレンジするぞと。
それはあれですよね、専門的に言うとそういう PFI 構想みたいなのがあって、コンペにエントリーしたってことですか？そうですね、コンペにエントリーして、すごい。で、コンペで勝ち取るってあれですけど、それで採択を受けて、でやるぞってなったんですか？はい。がスタートですね、一番の。じゃあそれは2024年オープンのもうどれぐらい前から始まったんですか？2021年ですね。じゃあそこから構想と着手で3年かかり、今オープンして3年だから、トトパ自体はもう5、6年ぐらい前からそうですね、赤ちゃんが生まれてたってことですね、そこから。まさに。うわー、すごいな。そうだったんですね。普段は我々どっちかというと建物を作って、お客さんにお貸しをするっていうようなビジネスモデルなんですよね。ですよね。だってたくさんビルとかオフィスとか、そういうデベロッパーさんといいますか、オーナーさんでもあり、デビさんのイメージですよね、やっぱり。結構我々のその新規事業のミッションとして、やっぱりその、場所を貸す、アセットを貸すだけじゃなくて、やっぱりそこでどういう体験を作って新しいマネタイズを作るかみたいなところが、我々のミッションとしてあってですね。なんで公園でもいろんなイベント、多分いろいろハイロックスのイベントもご参加いただいてると思うんですけど、ああいった体験を作ったりとか、その一環でこう建物の2階3階ってちょっと普通だと貸しづらい床なんで、どうしようかと。我々が社内で持っているそういう体験コンテンツってやっぱサウナだよねとかですね、お風呂だよねっていうことで、自分たちであそこをやってみようかっていうのも新規事業に合わせて提案させてもらったっていう。すごいな。そんな経緯ですね。でも大体これ聞いてる人って新規事業でなんかサウナやりたいって人いっぱいいると思うんですよ。はい、いっぱいいますね。けどもだからそういう方にとって憧れというか、しかも成功されてる方ってやっぱりみんな思ってると思うので、なんか社内でサウナもそうですけど、黒田さんはそもそもサウナ好きでいつかやりたいみたいなそんな感じから始まってるのか、やっぱりフラットにビジネスで考えた時にこういうのがいるんじゃないかってこう後からサウナっていうのが出てきたのか、この辺りいかがですか？そういう意味はどっちもですね。お風呂サウナも大好きでしたし、あとはその新規事業としてもなんですかね、こういろんな会社のリソース、ある意味お風呂のおそもやってるっていうのが大きかったんですけども、やっぱその辺の自分たちが持ってる武器で、こう市場に出していけるいいものはないかっていうようなその観点の掛け合わせですね。すげえ。だからサウナの王様になってた時はそういうことですよね。お風呂の王様スピンオフみたいな。ちょっとこれなんか王様ブランドにとってもこうなんかちょっとなんか被るのもなんかちょっと新規事業としてもちょっと私のプライドもあったりとかして、都市型とかですね。あとこの後出てくるかもしれないですけど、少しグローバルでもいろんな意味でこう出していけると面白いなと思ったりして。あとトトパでいうと女性人気が非常に高いって、そのサウナシュランもそうですけど、僕ね友達で東京でサウナ行くのはどこいいですかって女性に聞かれたら、いやトトパ行ったらまずは間違いないと。満足するからみんな行ってみてって言ってよく言うんですけど、女性に向けてこだわってる部分とか、せっかくなんでこの場で初めて聞く人向けにちょっと教えてもらってもいいですか？私自身がまず男性だってことで、男性側のこれはいいなみたいなのがすごい分かるんですよ、もう実体験ですよね。僕らでこうミーティングしたらもうバンバン出てきますよね、きっと。でも女性の気持ちよさとか、女性がそういうスパ施設にどういうものを求めるかっていうのは、これはちょっとなんとなく仮説はあるんだけど、それは本当かみたいなところがあって。開発時点では結構まずラフプランをベースにかなりヒアリングとアンケートを社内の女性社員もそうですし、この公演プロジェクト他の企業さんも関わってたんで、企業さんの女性社員のことを集めて、なるほど、構想段階で行こうと思ってるんですけどどうですかっていう意見を聞かせてもらって、でやっぱりまだちょっとサウナ怖いみたいな。水風呂怖いみたいな。確かに世の声ですよね、これが。なんでやっぱりまだまだこう男性ほど女性のサウナ入り方みたいなのは浸透してないんだなっていうのが一つ課題として感じてるところですね。なるほどなるほど。でそんな中でできてきたのが、ちょっと僕もね女性の一回オープン前に見せてもらったのが、そのスチコとかよもぎ系の話がなんかこの辺りやったと思うんですけど、まさにちょっとその辺り伺ってもいいですか？そのヒアリングしてる中でやっぱ岩盤浴に行ったことある方とか、酵素浴とかまさによもぎ蒸しみたいなのは、皆さんやっぱ行かれてたんですよね。なるほどなるほど。やっぱそこを一つきっかけとしてサウナにはめていこうっていうような施設になってまして、サウナを知らない人がサウナを知る施設として今回の都立の方が作ってるようなイメージですね。実際オープンしてから反応とかどういった方来られてるみたいなところは？そうですね、まさにそういった初めてそういったサウナ体験みたいなのしましたみたいな方もいらっしゃってて、やっぱそうなんだ。で、サウナのデビューをする場所にトトパが、で逆にガチサウナからしてちょっと物足りなさも感じてしまってるっていうのがあるんですけど、ターゲットとしてはしっかりそこに刺さってくれてるビギナーの方に行けたんでよかったなっていうのは。すごいな。しかも名前がね、男性の方もそうですけど3部屋サウナがあって、
僕ユニークだなとオープンした時のプレスリリースすごい衝撃を受けたのが、はい、皆さんサウナって文字がね SAUNA とかイメージすると思うんですけど、それをちょっと当て字でね、左右、そしてカタカナのなっていうのでサウナって書いてるのが、いや普通こんな発想出てこないなって僕すごいね、僕も建築士として面白いと思ったんですけど、これのちょっと裏側というか背景、どうやって生まれたのかなっていうのを伺ってもいいですか？ネーミングのところは実は私もそういうの全然出るタイプじゃないんで、どうしようかって悩んだ時に、親方がちょっと今回、この左右のサウナを使いたいなみたいな話があって、親方からの提案としてあったんですけども、実はそのさらに奥にもストーリーがあって、親方もそのサウナっていうワードを秋山グギさんっていうクリエイティブディレクターの方、もう国内でも非常に有名な方ですね。あとグルメの界隈でもですね、非常に有名な方なんです。サウナ師匠の秋山さんとは違いますよね。違うんですよ。秋山グギさんっていう方がいらっしゃって、西野ラオウとかのパッケージやられてるような、すごい。その方が親方と一緒に飲む機会があった時に、この文字の合わせすごい面白くないかっていう話をしたんですね。でたまたま今回その都立のトトパの男性用の方は3つにサウナを分けるってなって、3つの名前どうするってなって、この3つなんかこうやっぱ兄弟みたいに作りたいよねっていうことで、このサウナっていうのをはめ込んだっていう。しかもなんで左右かっていうのは、なんか僕てっきり3つ部屋あるから左側と右側かと思いきや、そうじゃないんですよね。そう一応その左にもテーマを持って、右にもテーマを持って、何にもテーマを持ってってことで、左は左脳の差ってことで、左脳は計算とかロジックみたいな世界観だったりとかするんで、それに空間もこう合わせて、ちょっとグリッドの部屋になってたりとか、ちょっと計算がこう感じるようなものだったりとか、感触の照明入れたりってことで作ってたりしてますね。ですよね。だから青系の部屋が好きな人とか、赤でじっくり瞑想みたいに入る人もいて、右の部屋。しかも真ん中が僕衝撃だから、沐浴とかいろいろあるこの時代に会話 OK 部屋を作りましたよね。そうなんですよ。しかもサウナ室にその手を置けるこのスタンドみたいなのもあって、僕ね、あそこに行くとみんなね笑顔でサウナ入ってる感じがすごいして、いやめちゃくちゃ平和やなと思って、あれはなんか意図的に喋っていいダメみたいなのは社内ですっと決まったんですか？そうですね。まさに私自身がさっき言ったサウナトトパも整えるスパパークみたいな要素で、みんながこう集まってワイワイできるっていうのは大事だなと思ってたんで、なるほどなるほど。最近のサウナ沐浴多すぎるぞと、友達と言っても喋れないぞと。いやそうなんですよ。それはちょっと苦痛だなと思って、でそこの部分の解決策として和みの名ってことで、みんなでワイワイしてくださいっていうようなサウナを。ちょっと待って、左と右と最後の名はその当て字の残りじゃなくて、和みの名なんですね。和みの名っていう、ちょっと後付け感もちょっとあるんですけど、正直これも裏エピソードなんですけど、皆さんこう生まれたかのように見えてますけど、なあどうするってこうなんか左右でもうなあないぞっつって、じゃあみんな真ん中で喋りながら和んでるんですね。そうなんですよ。そういうリラックスしたようなコミュニケーションのハブとなるようなサウナで行こうってことで、ちょっと入られてなんか謎のテーブルとか置かれてたじゃないですか。置いてました置いてました。ああいうのもちょっとこうカフェテーブルのようなこう会話を生みやすいようなものとしてのアイテムとして入れたりしてますね。遊び心いっぱいありますよね。ということでその東京の方はね、もう僕も何度も行かせてもらってまして、貸し切りもさせてもらいましたけど、今日はですね、今回いよいよ第2号店、すごい嬉しい。僕はサウナ第2号店が皆さん福岡にできたということですよね。今日8月26日配信なので、トトパ福岡はオープン日はいつですか？8月7日に。うわー、じゃあ今オープンしてお盆超えて月末という状態ですね。しかもこれね、黒田さんも新規事業というのもあるので、もちろんこれ事業を作るってなったら1店舗で終わりじゃなくて、そもそもなんか拡大していこうみたいな感じだったのか、いやいや東京でそういうコンペもあったからまずはここに集中とかいろいろ選択肢あると思うんですけど、そんな中なんで福岡にみたいな、ちょっとこの辺りなかなか出ることないと思うんで、伺ってもいいですか？話せる範囲で大丈夫なので。実は都立の時も、トトパ博多トトパ都立明治公園店ってことで、ちょっとこうなんか2店舗目あるかのようなちょっとこうどこどこ店みたいなものをつけてるんですけども、当時からですね、やっぱ次の店舗展開っていうのをしていきますよっていうことを、ちょっと会社にもちょっと宣言してるところあるんですけど、でもそうですよね、社内まず通さないと、任期というか承認が下りないと、じゃあ次やるぞって言ってたんですね、もう当初から。
で、この公園の事業、このまだ博多の方もですね、たまたま明治公園ということで、同じ明治公園だったっていうのすごい。あと日本全国に明治公園なんか10個ぐらいあるのかな。欲しいですよねこれ。明治公園担当みたいになっちゃう。すごい。でこれもパーク P5 先ほどのスキームで当社が応札できたんで、これはもう同じ明治公園だし出ないわけにはいかないだろうっていうようなことで、場所もですねものすごく博多駅前でもう一等地なんで。そうですよね。すごい。それはもう東京トトパをどれぐらいの時期から、裏側としてはこういう福岡の話動いてたんですか？福岡はでも1年後ぐらいですね。ちょうど向こうが計画終わったぐらいのタイミングで、すごい入ってきて、まだ開業するかしないかぐらいのタイミングですね。そしたら東京で作って1年だと、大体新規事業って、いやいやまだ慎重にもう少し事業を見てから、福岡とか他の拠点だろうみたいな意見もあるかもしれないんですけど、なんか社内はどういう感じで進んだんですか？そうですね。でこの博多のプロジェクトも計画してる最中に都立の方もオープンしてきて、でありがたいことにサウナシュラなんかでもそうですよ、サウナシュラン取ってますもんね。選んでいただいてっていうことで、すごくこう施設自体が盛り上がってきてですね、これはもう博多も行けるぞというのと、博多結構やっぱ暑いですか、街としても暑い街で、もう今日もう知らんけどラジオ4本立てってやってるんですけど、もうね皆さんおっしゃる福岡という街魅力があるって。素晴らしいんですよね。しかも経済も今伸びてる、スタートアップとか、高島市長のね街としての再活性もそうだし、あと天神ビッグバンの話もそうですし、東京建物さんとしてももちろんねいろいろこっちでも参画されてると思うんですけど、やっぱりそこに可能性はすごく感じてたってことなんですか？街としてのやっぱりそういう不動産屋としての目線で見てもですね、博多コネクテッドって天神ビッグバン博多コネクテッドってまさに博多駅前もそういった大型再開発が進む注目エリアになっているということもあってですね、うわーこれは事業機会としてもですね非常に魅力的な機会だっていうことでチャレンジしようっていうことで。きれいな。いやそんな福岡の話この後いっぱい聞きたいんですけど、まずこれ新規事業ねやりたいっていう会社員の人いっぱい聞いてると思うんですけど、これサトシさんは新規事業もこのプロジェクト何人体制でやってるんですか？今は主に2人ですね。トトパはすごくないですか？開発は2人、あとは運営はまた別にそうですよね。店舗いるんですけど、だから事業責任とかこれからどうしていくねみたいな話はなんと黒田さんともう一人、そうですね、担当の岩船っていうのと2人で今やってます。だって会社もそうですけど事業大きいでしょこれ。なのに2人でやってるんですね。いやびっくりしました。いつでも人募集なんですけどやっぱ企業が大きくなってこないと人もですねリソースもやっぱ増やしづらいというところもあって、これニワトリ卵なんですけども、いやそんな福岡ですけど本当にサトシさんは精力的で現場にもいつも顔出してくれるし、川ちゃんの面白いことやろうっていつもね2つ返事で僕言ってくれるのがすごい大好きで、だから今日もねすごい楽しみにしてたんですけど、じゃあここからはですねもう最終後半編なので残り10分ぐらいで福岡のトトパ、ぜひ解剖したいと思うんですが、もうねいらした方もいると思いますしまだの方もいると思うんですが、今日ここ撮影してる場所はその福岡トトパでお送りしてるんですけど、今回一番まず驚いたのがコンセプト。僕ね木を味わうサウナっていうコンセプトで、見たんですけど、僕川田直樹って名前なので僕樹木の樹なんですよ。入ってますね最後。この木ですよね。木を味わう。しかも川田さんのために作ってある。いやいやそんな恐れ多いよ。嬉しいな。だったらありがとうございます。こう住みたいぐらいですわだったら。でその背景が樹齢800年から1000年のウエスタンレッドシダーというね木の種類ですよね、を1本丸ごと使う。しかも幹をそのままシンボルにして木材っていう考えではなくて、樹木の樹の木ですよね、木を感じる空間。これもうね今までないと思うんですよ、こういう発想ってやること。この発想の背景って伺ってもいいですか？この開発段階でやっぱり都立より実はこの面積がちっちゃいんですよ。この店舗自体がどちらも男性も女性もですね。なるほど。でこれはあんまりサウナの数とか、そんなにたくさん作れないねっていうこともあって、ちょっとこだわりのもう一つの至極のサウナを作ろうぜっていうのがやっぱスタート時点でありまして。なるほど。じゃあどうこだわっていくみたいなところがやっぱプロデュースで入ってる親方とですねディスカッションを重ねていったということで、そこでやっぱ出てきたのはやっぱサウナって木だよねっていう話になってですね。
はい。じゃあもう日本で一番いい気使ったサウナをやろうぜっていうことを親方の方からいただいてですね。発想が豊かですいやね。本当すごいもうそれでそうですねって私も言っちゃいましょうっていうことですごい新規事業において親方の発想とはいか着想はめちゃくちゃ武器ですよいやね。武器です。やっぱ親方とブレストしてるとどんどん私もどんどん広がっていきますんで、本当いつも親方でやってすごいなと思うところなんですけど、やっぱ世界のサウナを見られてるんで、はい。なんかどんなサウナがいいとかをこう直感ですごく感じられてる部分が親方のやっぱ強みだなというふうに思っててですね。いやーすごい。それをまず軸決めて、はいでそれ以外っていうところはもうそこから広がってたと思うんですけど、はいそのウエスタンレッドシダーっていう種類って、まあ、てっきりサウナ好きの方ってほらケロ剤っていう感じじゃないですか、そうですねはいまあ、サウナのね王様だとか樹齢がとかいう話あると思うんですけど、この1本丸ごと、はいそしてこのレッドシダー使うぞって、はいまあ、この辺はどういう理由から来たんでか。そうですすね。最初にレッドシダーの方が出てきまして、はいレッドシダーやっぱ親方がいろんな世界のサウナを回ってる中で、うん香りもいいし、うんあと結構断熱性が高くて座面とかこう温まりづらいっていうのがあってですね、なるほど座りやすかったりするんで、はいすごくサウナに適した木材だっていうのをへー目をつけていただいてですね、はいじゃあこれ一番いいレッドシダーを探しに行こうってことでえ国内中もういろんなとこ行きましたけども、はいすごいな。金沢行ったり名古屋の除木場行ったり、たまたま九州にはい奇跡的なこの今回狙ってたレッドシダーのでっかい大木があってですねおいおいとこいつすごいぞってだからそんな倉庫ことあるの奥の方に眠ってたんですけども、はいすごい。なんか大間の本マグロを見つけましたいやみたいな。本当そうなんですよもうそういう感じですよね。はい、でしかも福岡店はで九州の木材を見つけたと。そうなんですよ。九州に名古屋に入ってくるんですけど全部木はいがですね、アラスカから入って10年前にその佐賀のですね新藤木材さんってとこに、まあ、新藤さんが買い付けてですね保管されていた木っていうすご出会った時もうみんなで写真撮りましたもんね。もうウキウキしながら。いやーですよね。僕ねしかもね佐藤さんのインスタだったかな、はいとんでもなくでかい丸太ですよねあれ。そうなんですよ。そこの写真見て何をやってるんだこの人はと。トトパ東京やってると僕は思ってるから、はいあれなんでこんな木材をみたいな見に行ってんだみたいな。そう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 。じゃあそういう出会いがあったんだ。そうなんですよ。ちなみになんか木目とか年輪とか香りとかなんかいろいろこだわりあると思うんですけど、はいよければ教えてください。今回やっぱ一番こう大きな丸太で行きたいっていうところがあったんで、はい実は100センチはい。とかの丸太は結構たくさんあるんですよ。ウエスタンレッドシダーも。なるほどなるほど。でもそもそも大きいんですね。そうなんですよ。一1メーター、1メーターのやつですね。はい直径。で、1メーターを超えてきたりとか、もううん1メーター40とか30みたいになってくると、うんもうないんですよ、本当に。えで、今回のは、なんと1メーター37センチ、サウナの37っていうのがあって、え137 137って、つまりおいおいと、いいサウナじゃねえかと。いいサウナそうなんですよ。すごいっすね。これだろう震えるでしょいや、そんなん触れましたた。見つけらもうみんなもう子供のようにもうやってましたけど。いいサウナってちょっと調整しようじゃなくていや本当にピタピタで、じゃあこの木で行こうよっていうことすげえいや出会うべくして出会い、はいしかもなんかストーブにも樹の皮ですよね、巻いたりとか。もう全部使ってます。そういう意味では芯材から端材から後ほどまたねおはい母さんも拝見いただきいや楽しみですこの後。もうなんでちょっとこうなんですかね、普通だと使わない普通だと落として使いやすい部分を使うんですけども、やっぱその一本の木から作ってるっていうストーリーを皆さんに体験いただきたいなと思って。すごい。しかもこっちも男性専用施設だサウナだってよくあると思うんですけど、そんなことなく、はい女性エリアもかなり。はい、どちらも同じその木を、え切り出したもので使ってるんで、今回も男女比すごっはもうほとんどないですね。どちらもこだわって同じ要素で作らせてもらったんで。いや全国のサウナ好きの皆さんぜひ来てみてください。これ女性もねそんな楽しめるんだったらめちゃめちゃ嬉しいと思います。ありがとうございます。特にいっぱい見どころあると思うんですけど、黒田さん今回オープンして1ヶ月弱手応えといいますか、はい、これから来る人いっぱいいると思うので、はいなんか見てほしいポイントってどういうところありますか？そうですね、やっぱり今回は結構王道、うんある意味王道なんですよ。もういい木を使ったサウナ、うんしっかりとした水風呂、うんで休憩スペースも内気外気ってどっちもあってですね。コンパクトと言いながらそこまでちゃんとあるんだ。そうなんですよ。だから私はやっぱこの動線とかも、はいこの次のサウナにはめちゃくちゃ重要というか、その体験のその隙間はいは結構重要だと思ってまして、うんその辺もしっかり詰め込んだ施設になってるんで、そこをぜひ考えるっていうよりも、うん自然と入ってああいいねってこう深く感じてほしいなっていうふうには思ってますね。楽しい。僕実はね来る前にトトパ入った人、はい森実さんとかね、はい大西さんとかどうでしたって聞いたんですよ。はいそしたらいや川ちゃんと
もうね何も考えなくていいって言ってもうありがとうございます行ったらいいと。もうだからブルース・リーの世界ですよ本当に。Don't think feel になっててもうそこに行けば答えがあると、はい、それぐらい良かったって。もう彼らもプロフェッショナルというかサウナ大好きでね、自ら作られてる方ですけど、いやそんなとこまでおっしゃるんだとっていうのはびっくりして。嬉しいですね。じゃあ東京からとかもう遠方から行く価値はあそこにあるって断言してましたよ。嬉しいですね、そう言っていただければ。もう、はい、いやびっくりしました。岡田さんも結構建築士なんで、結構デザインとか考えるときに結構削ぎ落とすことの重要さみたいなのを感じることあるじゃないですか。この余計な雑音が入ることによってのこのデザインの乱れとか、クリエイティブさが落ちる部分であるんですけど、そこは結構サウナにおいてもそういう世界になってきてる。ちょっとこうエンタメに振ったりみたいなことも多い中で、やっぱどこにこうコアがあるのかみたいな、そこにこうシャープに持ってくるっていうのは、今回ある意味博多ではその辺が実現できたんじゃないかな。いやーすごいすごい。でもしかも大体地方でやるとかどっか規模ちっちゃくなっていくとやりたくてもやれないみたいな結構ネガティブ系の話多いじゃないですか、けどそうじゃなくてそれを逆手にとって、もうむしろコアは1個だけバチンと決めて、あとは体験価値をぐっと高めると、これ新規事業のなんか鉄則かもしれないですね。いや嬉しいです。ぜひ皆さん体験してほしいんですけど、まあね、トトパのお話僕今日まあ知らんけどというところもそうなんですけど、なんか東京やって福岡やってみたいな話ある中で、なんかどんなブランドとか、まあ、これからどうしていくんすかみたいな、これ言える範囲でいいですよ、ですけど新規事業なんでぜひいっぱい言っていただきたい、っていう意味では何かありますか？ありますね、それこそやっぱり今このサウナ施設っていうジャンルからやっぱ抜け出していきたいって気持ちもありまして、やっぱりすごい、そこはサウナ施設から抜け出したい、もう冒頭のこのラジオの入り覚えてます？名前サウナの王様やろうとしてたトトパがそうですよね。もはやサウナ抜け出す、今どういうことですかそれは？やっぱりもっとウェルネス、やっぱサウナ入るとやっぱ心も体も満たされてやっぱすごい幸せになるなっていう感覚があって、でそれこそさっきハイロックスとかの話もありましたけど、ランニングした後にサウナめちゃくちゃ気持ちいいじゃないですか。気持ちいい。もうほんとね、ウェルネスのセットですよね、もうそういうのは。ランニングとか。やっぱサウナ単体じゃなくて、結構その前後体験、その後の食事も美味しいわけじゃないですか。美味しい。やっぱそういうウェルネスな体験のそのハブとなるのがサウナだなっていう考え方に今だんだんなってきてまして。でその次がじゃあまたそのサウナの展開もだし、もしかしたらサウナじゃない何かができるってことですか？そうなんですよね。やっぱそこら辺も入れた新しい施設みたいな、もう実は次の店舗も仕込みが始まってるんですけども。もうちょっと待って、黒田さん何人いるんですか？いやいや、もう2人で頑張っております。あれ東京店閉めたわけじゃないんですよね？閉めてるわけです。東京やりながら福岡も今月オープンし、で次は聞いてもいいですか？どこで何をみたいな。一応東京でまた予定をしてるんですけども。すごい。3店舗目を今スタンバっております。すごい。3店舗目皆さんできますよ。これ大丈夫ですか？発表しちゃっていいんですか？これ多分大丈夫だと思います。もし止まったらちょっと何かあったのかなというふうに思っていやこんな素敵なお話ありがとうございます。ちなみにそのサウナから離れるみたいにありましたけど、そのサウナ施設ができるとかドーンとかそういうわけではまた違う形を考えてるんですか？もちろんサウナはコアのアイテムとしてしっかりいいものを作っていきたいなと思ってて、その他にもそのやっぱりウェルネスにつながる体験をそこにセットにしたいというふうに思ってるんで、これちょっとこれ以上はちょっとまたもう少しですねお楽しみにお待ちいただいて、皆さんぜひまず博多にね来てもらって、まず2店舗目の体験してない方たくさんいらっしゃると思うんで、トトパファンの方々、そして福岡のねサウナとかの好きな方もそうですし、そもそもサウナ好きだけが来るじゃないですよね。なんかもうウェルネスの世界を初めて体験したい興味ある人はぜひこの博多の方に来てほしいということですね。博多もランニングマシン置いてあったりしてますんで、すごい走ってもらったりとか、周りも街を走ってもらったりとかして、最高。ぜひサウナ入ってもらって。じゃあ今後もここでなんかイベントとかも企画していくんですか？周りだって公園ですもんね。やりたいですね。公園ですし、上も屋上があったりするんで、ぜひ川さんも一緒にやりましょうよ。やりたい。なんとか出張福岡に作りまくりたいな。それこそワーカーさんがやっぱりかなり多くいらっしゃるんで、そのやっぱり働くっていうのもウェルネスにおいてもすごく重要なポイントかなと思ってて、一生懸命頑張った後のサウナみたいなところは、いや最高。ぜひ一緒に川瀬さんの体験作っていきたいですけどね。やりたいです。だってイベントもねいっぱい東京でもさせてもらいましたけど、僕のね国用の福岡チームねここから徒歩圏内なんですよ。マジですか？はい。もうここのね九州国用サウナ部のメンバーね、喜びますよこれ。本当ですか？はい。連れてきます。
いろんな方いらっしゃるので、ぜひ一緒にやりたいな。いやありがとうございます。じゃあ最後にですね、はい、ちょっと黒田さん、東立さんの新規事業もそうですけど、トトパファンの人もいっぱいいらっしゃると思うので、なんか一言メッセージを、はい、お願いしたいのと、なんかもしイベントとか告知とかあれば、はい、伺ってもいいですか。そうですね、今、まず博多店できたばっかりなので、まだ多くの方、しかも博多店もあるんで、東京のサウナの方だったりとか、名古屋のサウナの方、大阪のサウナの方もまだ来てない方も多いんじゃないかなと思うんで、ぜひ一度足を運んでいただきたいっていうところですね。そうですね。まず8月31日に実はイベントも予定していまして、サウナのアナの浜崎ひかりさんと一緒に、出た浜崎さん、あと親方も一緒にですね、イベントをしようというふうに思ってますんで、じゃあそれ見たい人は何ですか？インスタか。そうですね、チケット先行で販売して、もしかしたら売れ切れてるかもしれないですけども、売り切れてそうな気がするけど、もし空いてたら、ぜひとも現地でトークイベントとか、サウナ体験もできるってことですよね。サウナをして、屋上で少しトークイベントを予定しています。気持ちいい場所ですから、ぜひ皆さん来てください。黒田さんありがとうございます。ということで、黒田さんとは本当にイベントでもマラソンでもね、講師ともにいろいろご一緒させていただいてますが、共通して感じるのは、人がね、自然と集まってつながっていく場を、ウェルネスを軸に、本気で作ろうとされているということで、ビジネスパーソンとして僕尊敬してるんですけど、ぜひこのトトパ博多駅前店、新しいウェルネスをですね、体験してみてくださいということで、気を味わうサウナ、来てもらえたらなというふうに思います。じゃあいっぱい聞きたい話まだまだあるんですけど、またちょっと東京の方とかね、その3店舗目の話とか黒田さんまた出てもらってもいいですか？もちろんです。また見てるリスナーの方もサウナ発見したらぜひお声掛けいただければ。いいんですね。もちろんです。いや、こういうの授業やりたい人いっぱいいると思うので、ぜひ。ということでまた今後もねイベントとかいろいろしたいと思うので、皆さんインスタとかもチェックしてみてください。じゃあこれでクロージングしたいと思います。それではまた来週水曜日の朝7時にお耳にかかれたらと思います。そして次回もまだ福岡スペシャル続きますので、楽しみにしていてください。それでは皆さん今週もお仕事頑張っていきましょう。じゃあ黒田さん最後一緒にこれをお願いします。せーの、いってらっしゃい。